兼業絵描きの沢渡です。今回は線画をうまく描く方法をお話しします。皆さんは線画を描くとき、どこかで自分は線画が苦手かもしれないと感じたことはありませんか？本や YouTube でテクニックを学んでも、ある視点を持っていないために、どう線画を描けばよいかわからず、迷ってしまっている人も多いです。実は私も6年前はイラスト講座で、線画は頑張ってくださいとサジを投げたくらい線画が苦手でした。しかし、ある考え方ができるようになったおかげで自然と苦手意識が消えていきました。だからこそ今回はその考え方をご紹介します。それは何か？結論から言うと、線画を描く目的を意識することです。何のために線を引いているのかが分かっているかどうかで、皆さんの今後の線画が良くなるかどうか、線画の苦手意識が消えるかどうかが決まります。そのくらい重要なノウハウをお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。ではここで線画を描くときに見落とされやすい目的について考えてみます。結論から言えば、線画の目的は見る人に形や印象を分かりやすく伝えることです。ただそれを聞いただけでは、それがなぜそんなに大事なのかと思う人もいるかもしれません。そこでまず目的を考えることがなぜ重要なのかについて説明します。絵を描くとき、私たちはついどう描くかに意識が向きがちです。例えば筆圧の描き方、ブラシの種類、線の綺麗さなどです。YouTube や本でもこうした描き方のテクニックはたくさん紹介されています。こうした技術を学ぶことももちろん大切です。線の引き方を工夫すれば立体感のある線が描けるようになります。絵の見栄えも良くなります。ただし、こうした手段だけではうまくいかないと感じることもあります。そんな時、私はいつもそもそも何のために線を引いているのかを考え直すようにしています。目的は例えるなら旅行の目的地のようなものです。旅行を計画するときはまずどこに行くかを決めますよね。行き先が決まっていない時にバスや電車や飛行機といった移動手段の話をいくらされても、結局どれがいいのってなってしまいます。線画も同じです。描く目的がはっきりしていないと、筆圧や線の太さといったテクニックを学んでもどう使えばいいかわからなくなります。どう描くかも何のために描くかも、どちらも大切な考え方です。どちらが正しいという話ではありません。ただ私の経験から言えば、線画に苦手意識を持っている人ほど目的を先に考えることで迷いが少なくなります。結果的に線に対する納得感も生まれやすくなります。ということで、線画を描く目的は見る人に形や印象を分かりやすく伝えることとお話ししました。ここからはその目的を達成するための具体的な描き方について説明します。ただし、描き方を学ぶときはその方法がどんな目的につながっているのかを意識してください。どのような手段もそれが形や印象を伝えることに結びついていることを意識することが大切です。目的を意識しながら描くことが上達のコツです。まず紹介するのは線の太さを一定にして描く方法です。線画のテクニックとしては、線に強弱をつけると良いとよく言われます。確かに線に太さの変化があると絵に立体感や質感、重量感が出ます。プロの漫画家村田祐介さんもそのように語っていますし、実際に上手な人の線はメリハリがあってとても魅力的です。ただし、線を引きながら太さをその都度調整するのはとても難しいという問題があります。ここは太くした方がいいのかな、ここは細くした方がいいのかななどと、いちいち線の太さを迷いながら変えているとリズムも狂うし、迷いが線に出てしまって逆に不自然な印象になります。そこで初心者や中級者には、まず線の太さを一定に保って描く方法をお勧めします。一定の太さで線を引いた後、ここは太くした方がいいな、ここは細くした方が良いなと判断しながら後から修正すれば良いのです。このやり方の方が描いている途中で迷いにくくなり、線の安定感も出しやすくなります。また、あらかじめ基準となる太さを決めておくと便利です。このペンのサイズでいいのかなと悩んだ経験がある人もいると思います。特に画面を拡大して描いた後、全体を見直してみたら線が細すぎたと気づいたことがあるかもしれません。このような失敗を防ぐには、線を描き終えた後、画面全体を縮小して確認するのが効果的です。縮小した状態で画面の中に何が書かれているかが一目で分かれば、線の太さはちょうど良いと判断ができます。もし線が細すぎて読み取りづらいと感じたときは、クリップスタジオペイントの機能を使って調整できます。フィルターメニューから線画修正、線幅修正を選ぶことで、描いた線の太さを簡単に変更できます。この操作によって全体の印象に合った見やすい線に仕上げることができます。ここまで紹介してきた線画のテクニックにはある共通点があります。それは一度に考えることをできるだけ減らすという考え方です。内容一つ一つは決して難しくありません。
しかし複数のことを一度に考えようとすると難易度は足し算ではなく掛け算のように大きくなっていきます。もし線画が難しいと感じた時は原因を細かく分けて考えてみてください。そして一つずつ順番に取り組んでいくことが大切です。2つ目のポイントは線の太さの見せ方です。ここで大事なのは1本の線そのものだけで太いか細いかを判断しないということです。線の太さは周りの線と比べることで印象が決まります。例えば細い線ばかりの中に1本だけ太い線があるとその線が強く目立ちます。でもその太い線の隣にもっと太い線を引いたとします。すると最初は太いと思っていた線があまり太く見えなくなります。このように人の目は相対的な違いに反応するという性質があります。この性質を意識できてないと太い線を引いたつもりなのに全然目立たないといったようなことが起きます。相対的な太さを意識して立体感や質感の表現をするにはまず基準となる太さの線を決めて描き始めます。その後で目立たせたい部分にだけ少し太い線を足します。その逆は細い線を使います。こうすることで立体感や質感、重量感を感じさせることができます。簡単な例で言えば、まず紙に円を描いてみてください。次に円の下側の輪郭線だけ少し太くしてみます。たったこれだけでもまるで球体のように見えてくるはずです。線の太さが変わることで陰影があるように感じるからです。間違えました。円ですね。こんな感じです。皆さん、自分の好きな絵描きがどんな風に線の太さを使い分けているか、ぜひじっくり観察してみてください。どこを太くし、どこを細くしているのか、それによってどんな印象を感じるのか、この視点を持つことで必ず新しい発見があるはずです。3つ目のポイントは輪郭や特徴のある部分を太くするです。線画には立体感や質感などを表現するだけでなく、モチーフの形を伝える役割もあります。特に漫画などでは見る人が絵を一目見ただけで内容を理解できることが求められます。そのためには形の特徴がはっきり伝わるように描くことが大切です。すでにお話ししたように線の太さを全体的に見やすく調整するだけでもある程度の情報は伝わります。しかしそれでもまだ形が伝わりにくいと感じる場合はさらに工夫が必要です。その工夫の一つがある部分の線の太さを変えることです。ではどの部分を太くすればよいのでしょうか。答えは形に変化がある部分です。例えば頬の膨らみや肘の角、肩の張りなどです。また胸や骨盤といった体の凹凸が目立つ部分にも当てはまります。これらの特徴的な場所だけを少し太めの線で描くとモチーフの形がより伝わりやすくなります。4つ目にクリップスタジオで線画を描くとき勢いのある線を引く方法を紹介します。いわゆる勢いのある線とはペンを素早く動かして引いた時にできる線のことです。しかし実際に勢いよく線を引くのは意外と難しいと感じる人も多いはずです。その理由の一つはすでに引いた線の上に新しい線を重ねて壊してしまうかもしれないからです。せっかく引いた線を壊したくないという気持ちが働いて慎重になりすぎてしまうのです。その結果線をゆっくり引いてしまい勢いがなくなってしまいます。この問題を解決する方法があります。線を引くレイヤーとすでに描き終えた線を置いておくレイヤーを分けることです。まず新しく線を引くためのレイヤーを用意します。そのレイヤーの下にはすでに完成した線をまとめたレイヤーを配置しておきます。新しい線を引いた後、不要な部分は消して整えます。この時元の線とは別のレイヤーに分かれているので元の線を誤って消す心配がありません。そのため安心して線を修正できます。修正が終わったら新しく引いた線を下のレイヤーにまとめます。レイヤーウィンドウにある下のレイヤーに転写を選ぶと実行できます。転写が完了すれば線が1枚のレイヤーにまとまり次の作業の邪魔になりません。ちなみに同じメニューがレイヤーウィンドウのボタンに存在します。なお下のレイヤーに転写のメニューを毎回選択するのが面倒に感じる人もいるかもしれません。その場合はショートカットキーを設定するのがおすすめです。例えば左手用デバイスやキーボードに登録しておけば作業効率がぐっと上がります。私はクリップスタジオ公式が販売しているタブメイトに登録しています。まとめとしてもう一度大事な話を振り返ります。線画を描くときには目的に沿って線を引く意識を持つことが大切です。目的が明確になっていればどう描けばよいかを迷いにくくなります。判断もしやすくなり線画の仕上がりも安定していきます。今回の動画で紹介した目的は見る人に形や印象を分かりやすく伝えることです。この目的を意識しながらいくつかの方法を試してみてください。例えば最初は線の太さを一定にして描いてみる。
そして書き終わった後で強調したい場所だけ太くしてみる。線の太さを相対的に変えることで立体感や印象をはっきりさせることができます。どこを目指すのかがはっきりしていれば自分に合った手段も見えてきます。書きながら工夫するうちにこのやり方が合っているなと気づけるようになります。最後にもう一つ大切な考え方をお伝えします。それは線は一発で決めなくていいということです。最初から完璧な線を引こうとするとどうしても手が止まりやすくなります。上手な人でも最初の線はあくまで下書きのようなものとして書いています。まずは迷わずさっと線を引いてみる。そして後から整えていく。このように作業を2つの段階に分けることで気持ちにも余裕が生まれます。また完成度も上がります。人は複雑な問題に出会うと全部を一度に解決しようとしがちです。けれどもそれではかえって混乱し難しく感じてしまいます。だからこそ大きな課題は分けて考えることが重要です。目の前の小さなことに一つずつ取り組んでいくことで結果として着実に完成に近づいていきます。ここまで話を聞いてくださった皆さんは線画に必要な基本的な知識をすでに手に入れています。この知識を生かして自分の線画をより良くしていってください。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。